皆さんこんにちは、石野果歩です。今回はプロの書道家なら100均の筆でもうまく書ける説という検証をしていきたいと思います。筆選ぶ時って高いものの方がいいですよねとか、安いの選んじゃうとやっぱ性質を劣りますよねみたいな、そういった質問をよくいただきます。なので今日は私がですね、一般的なよく販売されている3、4千円ぐらいの筆、研毛筆とセリアで先日購入してきました。こちらの100均の筆ですね。この2つを比べてみて、一般的な筆と、安い筆、どのくらい性質が違うのかっていうのを検証していきたいと思います。私も今まで過去に何百本もの筆手に取って試してきたんですけれども、さすがにこの100均のにはまだ試したことなかったんですよね。なので今日はこの100円の筆を使って普通の筆と比べてどういう感じの書き心地なのかとか、普通に書けるのかっていうことを確かめてみたいと思います。気になる方はぜひ最後までご覧ください。はい、じゃあ早速ですね、100均で購入した筆を開けていきたいと思います。毛筆太筆って書いてありますね。これは学校書写用適正学校習字日常実用デザインということですので、小学生の方のお習字だったりとか、大人の方でもいいんじゃないですかね。日常実用って書いてますから、初心者の方とかもいけるんだと思います。特徴、墨含みが良く、弾力性があり、しなやかな線が描けます。これ高級な筆と同じ条件なんですけれども、めちゃくちゃ楽しみですね。使用上の注意。穂先から1/3分の1を手で丁寧にほぐして、糊を落としてから使ってください。OK。使用後は優しく水洗いし、日陰でよく乾かしておく。OK。わかりました。ちなみに材質が馬毛とヤギの毛、だから羊毛ですよね。研毛質ってこと？軸はプラスチックか、そうか。3、4千円ぐらいの筆だったら竹ですよね。軽いから竹使われてるんですけど、これはプラスチックだそうです。竹より軽いかもしれない。どうだろう。あ、同じぐらい。でもすごいですよね。竹と同じぐらい軽さ実現してるっていうところ。3分の1って言ってましたよね。分かった。全部じゃないと思う。どのぐらい3分の1って。糊を落として。あ、もう十分ほぐれた。今の一発でいけた。一瞬でほぐれます。とりあえずもう、ぬるっとしてますけどね。これを完全に落としてってことを言ってますね。ぬるっとしなくなるまで落としましょうか。皆さん水道水とかでいいと思います。ジャーって流しながら。いい感じ。ぬるっとしなくなりました。ちなみにこの筆、名前、にょいって書いてますね。このにょいってどういう意味か皆さんご存知ですか？自分の思うがままになること。マジか！思うままの線描けるのかっていう、そういうネーミングですよね。素晴らしいです、セリアさん。どこの書道会か知らないですけど。書道会線とか入ってて、本格的ですよね。楽しみです。じゃあ、一般的な3、4千円の筆と100均の筆。まずは、私がいつも愛用している3、4千円ぐらいの筆を使って描いていきたいと思います。いつもと条件を同じにするために、普段私が愛用している半紙と普段私が愛用している墨も使っています。何も条件変えてないです。筆だけです、今回100均使うの。じゃあまずは、一般的な筆で描いてみたいと思います。門だけ描いてみますか。縦線からか。いつも使い慣れてますから、これは普通です。普通に毛の弾力もあるし、めちゃくちゃ描きやすい。筆のまとまりもいいし。でもめっちゃ描きやすいです。普通です。はい、とにかく描き慣れてる感じ、めちゃめちゃいい。続いて、同じ門描いていきます。100均の筆。初めてです、私も。めっちゃ楽しみ。期待大です。あ、やべ。めっちゃ下ろしちゃった。これも結構4分の3下ろして使ったし、同じ条件でやってみますね。とりあえず、全体的に下ろして使ってみたいと思います。墨、含ませました。墨含みよくって書いてましたよね。それもう実感あります。めっちゃ含んでくれてます。すごい。もうこの時点で結構、パフォーマンス期待以上です。で、あとなんだっけ？弾力性があり、これ書いてみないとわかんないな。しなやかな線が描けます。ほんとかな？やってみます。もう。待って、これ、普通の筆です。前もって言わなくてごめんなさい。馬毛と羊毛じゃんっていうことにびっくりした、そもそも。普通に動物の毛使ってんじゃんみたいな。
それでなんで100円実現したんみたいな。それが伝え漏れてたのと、今書いてみてびっくりしたのは、さすが動物の本当の毛使ってるだけあって、弾力、めっちゃまともです。次、違う文字でもやってみたいと思います。次は雲ですね。ちょっと画数増えて。太い細いの変化もさっきよりありますからね。この表現を比較してみたいと思います。まずは普通の筆からいきますね。安心安心。筆先にも弾力しっかり効いてくれるので、細くしても力が保てる感じで、こういう羽の末端とかも力こもりやすいです。やっぱ筆の先端の弾力がさすがだなっていう感じですね。こう払いた時も最後まで充実した線っていうところ、こういうのがちゃんと出る筆ってやっぱいい筆ですよね。こういう筆立てるとかっていう動作も問題なく、でその立てた後も S 字すごい今グーって筆曲げたのに戻ってくれるじゃないですか、ある程度は。そういうところがやっぱり一般的な3、4千円筆の良さですよね。いいところです。でちょっと次100均の筆でやってみたいと思います。今の毛の弾力使うと戻るのかどうかって気になりますね。ちょっと雲、普通にこういう線は難なく出せますね。太いのも大丈夫だし、ただちょっと太さ出すとかすれます。細いのいってみましょうか。細いの出そうと思うと毛先の毛の長さがばらつきがあるので、これ多分職人さんの腕ですね。毛のばらつきがあるので先が抜けます。この細くした時に力が抜けた線になります。でも墨持ちがもう無理ですね。やっぱ根元までつけてるのにもうかすれてきてますね。ここポイントですね。ここで筆立てます。さっきと同じこう毛をたわませる動作、ここで筆立てて筆を開いて太さを出すっていう動作。その後どうです？毛戻らないですね。ずっと S 字の形のまんま、墨含みよく弾力性があり、この弾力性っていうところがこれ戻るかどうかも結構かかってると思うんですけど、特徴を私なりに書き換えるとすると、墨含みがまあまあよく、ほどほどに弾力性があり、しなやかな線が普通ぐらいに描けますみたいな感じで、全部そのまあまあとかほどほどとか付け加えたい感じはしますね。嘘つけないんで私ごめんなさい。セリアさんの筆100円にしたらもうスーパーパーフェクトな筆ですからね。今すいません、普通の書道の筆と比較してどうなのかっていう検証ですから、決して否定してるわけではないです。100円にしてはもう本当に素晴らしすぎる。200点満点でございますね。形はうまく描けるけど、筆使いの部分で、いい筆だったら楽しめるはずの、その線の抑揚とか効かせようってなった時に、普通ぐらいの筆を使ってればうまく描けて気持ちよく描けるのに、安い筆を使ってると、自分の実力とはまた別の理由が原因でうまくいかない線が増えるので、せっかくの楽しみっていうのを感じないままに練習をしてしまう、続けてしまうっていうこと、そこの楽しみが取られちゃうのはもったいないなっていうふうに思うので、そこがやっぱり自分でどちらを選ぶかっていうことなんだと思うんですよね。なので初心者の方とかだったら本当に筆慣れる最初のうちは100均のでも十分だと思いますし、小学生の方であっても力とかもわかんないですし、こういう風にグーって書くとかってなった場合、最初からいい筆使うと毛傷んじゃったりとかっていうことになるので、最初のうちは安い筆使うっていう考え方とかすごいいいと思います。ただそのおいおい本当に書道の面白さを知りたいだとか実力つけていきたいってなってきた場合には、やっぱり普通の3、4千円ぐらいの筆から始めてみるっていうのが私自身はすごくおすすめしたいなっていう風に今日やってみて思いました。いやー、それにしても100均の筆ってこんなに良かったんですね。初めてこうやって YouTube 通して検証できて、私もすごい勉強になりましたし、馬毛と羊毛使ってるっていう検毛質が100均にあるっていうのがそもそも驚き。全部ナイロンかと思った。そこだけは気づけて本当に良かったし、これからも100均の筆買おうとしてる人がいたら別にいいんじゃないって言えるなって思いました。今回の検証は以上です。はい、ということで今日の動画役に立ったなと思っていただけましたら、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。今回筆についての検証だったんですけど、もし皆さんの方から私にこういうのも試してほしいとか、こういう検証も見てみたいみたいなのがありましたら、ぜひコメント欄にリクエストもお待ちしております。今日の動画ご覧になられた方で、もし自分も筆欲しいなとかそういう風に思われた方は、私オンラインショップもやってるので、そちらも概要欄に貼っておくので覗いてみてください。今日は最後までご清聴いただいて本当にありがとうございました。さようなら。